おはようございます。歩き遍路3日目の朝です。今日はね、あんまり長い距離歩く予定ではないので、ちょっとゆっくり10時ぐらいに出発して、9番さん、10番さん、3時間半ぐらいかなで行って帰ってこれたらいいなって感じなんですけど、そっから藤寺ですね。1時間半ぐらいちょっと歩かないといけないので、長い道のりにはなるんやけど、今日はもうその3寺、藤寺のそばで宿泊したいと思ってるので、3つ進んだら OK という感じです。で、今日はお宿にね、お荷物を置かせてもらって、帰りに取って、藤寺に向かいたいと思います。今日も体調は万全、元気いっぱいです。肩もね、昨日の方が痛かったかなっていう感じで、ちょっと慣れてきたかもしれない。でも歩き始めるとね、なんか急に、疲労溜まってんなって感じがするので、そこは、ちょっとこの後のお楽しみって感じないけど、とりあえずね、ちょっと2時間ほどの道のりは身軽に行けそうで安心してます。今日も元気に歩きの行ってきたいと思います。レッツゴー。今日もがっつり雨です。あまりにも雨です。どうしても雨です残念。第9番札所法輪寺です。着きました。地味にですね、私ここまで道を2回間違えてやっとたどり着きました。近いはずなのに徒歩15分のところを30分ぐらいかけてしまいました。なんかね、遍路道見てたら意外と方向音痴の私でも行けるかもって思って来てたんですよ。思って来てたら案の定、油断しました。私は方向音痴ということをもっと自覚して歩きたいと思います。ではお参りしてきます。さてさて、法輪寺さんお参りが終わりました。この後次はね、なんて読むんだっけ、桐畑寺です。桐畑寺に向かいます。桐畑寺までは4キロぐらいあるので、またちょっと1時間ぐらい歩いていくんですけど、今日は荷物がないので軽い。そしてお天気ではないんだけど、雨がちょっと上がりました。もうこれだけでめちゃくちゃハッピー。では桐畑寺までレッツゴー。すごい、めっちゃ畑で、奥の方の山に霧が雲がかかって綺麗です。もうなんかさ、晴天じゃないのにもうこんなに嬉しいことあるんやな。ここからね、ちょっとこんな感じの上り坂ですね。最後頑張りたいと思います。雨はまた降ってきちゃった。最後にね、結構急な坂が待ってた。やば、空気変わりました。めっちゃ涼しくなった。マイナスイオンですね。階段見えた。333段の階段です。まだまだあるよ。嘘みたいな本当の景色です。もう天国やんこれ先。急に明るくなった。頂上来た感ある。うわ
いいです。もうなんか空気が澄んでるわ。だってもう山登ってきてさ、ほんまにここだけ光差し込んでるもんね。今日さ、雨でよかったかもしれん。雨でやっぱ緑が深くなるやんか。この湿ったことによって緑色が濃くなるのはもう本当に好き。1607年に建てたものをここに移築したそうです。いろんなところのお寺の紹介見てると、神仏集合とか歴史上の出来事のタイミングでさ、やっぱりその時に焼かれてしまったとか、もうお寺として存在できなくなったのを再興しましたみたいなストーリーって本当に多くて、やっぱそれだけその宗教のに対する出来事って歴史上でめちゃくちゃ大きかったんやなって思って。雲海みたいなのが見えます。めっちゃ綺麗。今まさに雲が流れていってる途中なので、雲の流れと霧の流れでだんだん街が見えて山が見えてっていう、今そのタイミングですね。美しい。綺麗旗寺お参りしてきました。帰りの階段ですれ違った時に出会ったご夫婦、私と同じ年の娘さんがいて、その子も周りよるらしいんやけど、よくこの身なりで回ってて言われるの、若いのに偉いねとか、一人で回るのとか、みんなね声かけてくれてます。ほんで、あそこの札所はこうやから気をつけやとか、あの道は危ないけん気をつけやとかね、頑張ってねとか、いろんな声をかけてくれるんで、本当にね頑張ろうと思えるし、心が温まります。ずっと撮りたかったんですけど、出会った人と写真撮るっていうのが今日やっとできました。さっき出会ったね奥さんも一緒に写真撮れました。宿経由で2時間ぐらいかかるかな。腹ごしらえもしながら目指していこうと思います。もう今日はねそこまでになるので、まだまだ元気いっぱいです。なんかこれ口癖やな、まだ元気ですって。なんか強がってるみたいはい、お宿に一旦帰ってきました。リュックを取りに来ました。なんかさ、改めてこんなの背負って今までよく歩けてたなと思ってますここから約1時間半ぐらいですね。11番の藤井寺まで結構ありますので頑張っていきたいと思います。ファイティング。宿出発しました。もうここからはひたすらまっすぐこの国道を歩いていく道です。吉野川だ。初めて橋渡るかも。大きな橋です。吉野川広っ。なんかさ、もう河口の方海みたいやった記憶ある。ちょっとコンビニに立ち寄りました。お腹空いてたのでフランクフルトとおにぎりを食べます。すっごい綺麗。私こういう田舎の一本道大好きです。山沿いのふもとが藤井寺やと思うけん、あとちょっとやと思う。頑張ります。だいぶ山が近くなってきました。あとちょっとかな。あとちょっと。藤井寺まであとちょっとです。見えてきた。藤井寺見えた。やったー。達成感。やっぱ荷物背負って歩くのは重たいですね。藤棚がそんなの通りあるね。これは咲いてる時は綺麗やろうな。11番札所藤井寺
到着しました。正山寺の遍路道ですね。遍路転がしの始まりの地です。ドキドキするな。明日行けるかな。時刻は5時です。藤井寺さん無事参拝終わりました。いやー、乗り切ったなという感じで、正直3時ぐらいにはこの辺着くかなとか思っちゃってたんですけど、全然そんなことなかったね。雨も降ったり止んだりで今ちょうど上がってます。なんか不思議なことにお寺に着くたびに雨が上がりよる感じがする。ほんで今から旅館に行って明日ありました。あったね。藤井寺の中に正山寺への遍路道。あそこがね、登り口やから、明日、本当ね、明日だけ曇りかもしれんくて、ちょっと天気予報見て、本当明日が勝負になる可能性はだいぶあるので、頑張りたいと思います。いやー、ドキドキするね。めっちゃ緊張する。今日も一日、結構ずっと黙々と歩きました、割と。やっぱ景色が変わってくるとね、楽しくなってくるし、コンビニがあるのさえもありがたく感じます。あと梅雨の時期はさ、この後ろのアジサイとかカエルの音がいいね。はい、3日目が終了しました。今日も一日中雨の中、朝から始まって9、10、11と回っていきました。やっぱ藤井寺までがね、10番さんから11番さんがかなり遠いので、ここは忍耐力必要やったね。でも初めてなんか街中っぽいところを通れたかなと思って、で最後藤井寺がなんかこう山にいよいよ差し掛かる感が出てきて、ちょっとワクワクしてきました。そして明日いよいよ遍路転がしの難所と言われている正山寺なんですけど、ちょっとお天気がかなり悪いかもしれなくて、ちょっとどうしようかな。朝の予報を見て、もしなんか大雨警報とか出そうなんだったらちょっとやめとこうかなみたいな。午後に一旦落ち着くみたいな感じみたいなので、そんなにたくさん降らん予報ないんやけど、梅雨やけんもうここ逃したらあんまりいけんやろうから。でもやっぱ正山寺のこの遍路転がしの徒歩参道は行きたくて、どうしてもずっとねタイミング同じだったお遍路さんがいたんやけど、もう明日登ろうかって言ってたんで、一旦ちょっと明日起きてきようかなと思ってます。お風呂入った後からなんか急に疲労きて、なんかね初めてご飯が喉を通らないみたいな。いや通ったんですけど、結局全部食べて、やっぱエネルギーちゃんとね食べないといけないんで食べたんやけど、ちょっとね最初なかなか進まなくてめっちゃ時間かかっちゃったんやけど、満腹すぎてまた気絶してました。明日に備えて寝たいと思います。また明日。